外食落語。王将は高級路線に行けるのか。後楽園490円戦略と庶民の胃袋の話。いやー、最近の外食は値上げでございます。ラーメンも1000円の時代。昔はラーメンといえば財布に優しい庶民の味方。それが今ではラーメン屋に入る前に財布がのれんをくぐるのを嫌がる。おい、財布、行くぞ。嫌です。私はここで待ってます。財布がラーメン屋の入店拒否する時代です。そんな中で、後楽園が490円の中華そばを守って好調だという話が出ております。ここで与太郎が聞きます。師匠、490円って今時安いですね。安い。今時490円で温かいラーメンが出てくるだけで、こっちが店員さんにお辞儀したくなる。ありがとうございます。ちゃんとラーメンなんですね。失礼だよ。でもそれくらい今の490円のインパクトはでかい。1000円ラーメンが増える中で490円というのはただ安いだけじゃない。お客さんにこう思わせる。ここなら安心して入れる。昼飯で迷ったら後楽園。家族で行っても財布が気絶しない。これが大事なんです。値段というのはただの数字じゃない。看板に書かれた約束なんです。後楽園の490円は客に対して大丈夫です。あなたのいつもの昼飯、まだ守りますと言っているようなものです。ここで話は餃子の王将です。王将も強いブランドです。餃子、チャーハン、天津飯、ラーメン、早い、うまい、安い、そして店によって火力が強い。中華鍋の音が聞こえると、ああ、今日も誰かの腹が救われているという気がする。王将という名前を聞いて何を思い浮かべますか？フカヒレですか？北京ダックですか？金箔入りの小籠包ですか？違いますね。餃子です。チャーハンです。天津飯です。そしてちょっと床が油で滑る感じです。師匠、それ言っていいんですか？褒めてるんだよ。あれも含めて王将のライブ感だ。ところが原資料費も人件費も上がる。店としては単価を上げたい。師匠、王将も高級メニューを出せばいいんじゃないですか？わかる。でもそれが難しい。王将で3000円の高級中華コースが出たとします。前菜、スープ、海鮮炒め、特製餃子、デザート。与太郎どう思う？王将で3000円ですか？餃子何人前いけるかなって計算しますね。そういうことです。王将ではフカヒレなんてメニューにあっても高級に見えないんです。王将の中で割高に見える。これは店が悪いのではない。ブランドの宿命です。客の頭の中に王将は日常の中華として住んでいる。そこへ急に高級中華が出てくると王将なのに高いと思われる。これが怖い。後楽園も同じです。後楽園で急に1800円の特製プレミアム熟成極上なんとかラーメンが出たら、客はこう言う。名前は長いけど、後楽園だよね。そして結局、490円の中華そばに戻る。つまり、低価格ブランドは、安さそのものが看板なんです。安いは弱点ではない。ちゃんと守れば武器になる。師匠、でも安いままだと利益が出ないんじゃないですか？その通り。だから単価を上げる工夫が必要になる。ただし王将らしく上げる。高級フカヒレではなく、餃子とビール、これです。餃子で入ってビールで上がる。チャーハンで入って唐揚げで上がる。ラーメンで入って餃子で上がる。王将は株価ではなく、腹で上げる。師匠、上がるってそういう意味ですか？餃子指数だ。餃子一人前、そこへビール、さらにジャストサイズの唐揚げ。気づけば会計がちょっとだけ王将昇格。これならお客さんも怒らない。高いと思うより、まあ頼んだの自分だしなとなる。これが自然な客単価アップです。それからご飯の量。ここも工夫できる。今までは普通盛りが標準だったものを小盛り標準にする。普通盛りはプラス。大盛りはさらにプラス。師匠、それは実質値上げじゃないですか？言い方だよ、与太郎。値上げというと角が立つ。でも、軽めに食べたい方にも対応しましたというと、急に健康的になる。
小盛り標準、普通盛りはしっかり派、大盛りは腹ペコ派。客に選ばせる。すると安く食べたい人は残る。しっかり食べたい人からは単価が取れる。これは米粒のマーケティングです。米粒のマーケティング？そうだ。一粒一粒が利益を左右する。米粒を笑う者は最後に体型で泣く。ただし、大事なのは王将らしさを壊さないことです。王将の客は高級な沈黙を求めていない。店内が静かすぎて、隣の人の餃子のためにラー油を落とす音まで聞こえるような店を求めていない。王将は鍋の音がして、注文が飛んで、餃子が焼けて、天津飯がとろっとしている。それでいい。そこへ急に店員さんが白手袋で出てきて、本日の餃子は京都産キャベツと特選豚肉を使用し、シェフの感性で包み上げました。なんて言い出したらどうですか？与太郎なら、師匠、早く焼いてくださいって言います。その通り。王将の餃子は、説明より客皿が大事です。講釈はいいから、焼きたてを出してくれ。これが王将です。じゃあ高級路線が絶対ダメかというと、そうではない。やるなら別ブランドです。普通の王将の看板で高級化するのではなく、別の看板を作る。例えば、超王将。師匠、強そうですね。強い。入店したら、いきなりドーラが鳴る。ゴーン。餃子一人前、入りました。ゴーン。チャーハン大盛りです。ゴーン。会計のたびにドーラが鳴るから、客単価が上がるほど、近所迷惑になる。あるいは、金の王将。看板が黄色、餃子の羽も黄色。師匠、食べられるんですか？多分金箔だ。でも客は思う。金箔いらないから、餃子を1個増やしてくれ。これが庶民感覚です。王将プレミアムという手もある。内装は落ち着いて、照明は暗め。餃子の皿の真ん中に3つだけ。師匠、3つだけですか？高級店は余白も料理なんだ。余白で腹は膨れませんよ。それが王将の客の正論です。だから、王将が高級路線をやるなら、別看板、別体験、別客層にしないと難しい。普通の王将で高級化すると、王将なのに高いとなる。逆に低価格を守る店が増えると、客はそちらに流れる。後楽園、日高屋、町中華、スーパーの惣菜、冷凍餃子。今は敵が多い。昔は外食同士の戦いだった。今は冷凍庫にも敵がいる。冷凍餃子が家で待っている。しかも最近の冷凍餃子は優秀です。水も油もいらない。師匠、じゃあ人間もいらないんですか？焼く人間はいる。食べる人間はもっといる。でも、王将からすると怖い。家で焼ける。安い。うまい。ビールも冷蔵庫にある。そうなると、王将は何を売るのか。味だけではない。速さ、熱さ、店の空気、中華鍋の音、焼きたての餃子、何も考えずに入れる安心感。これが王将の価値です。だから、王将がやるべきは、高級化より王将らしさで磨き直し、待ち時間を減らす、料理を早く出す、会計をスムーズにする、セットをわかりやすくする、小盛り、普通、大盛りを選びやすくする、餃子とビールで気持ちよく単価を上げる。こういう泥臭い改善が効く。泥臭いと言っても、中華鍋は油臭い。でもそれが王将です。ここで与太郎が言います。師匠、つまり王将は王将らしく、後楽園は後楽園らしく、ということですか？そうです。後楽園は490円で安心を売る。王将は餃子で日常を売る。高級化するなら別ブランド。普通の王将で無理に高級化すると、庶民の胃袋を他に取られる。そして、王将なのに最後はつまされる。師匠、王将だけに？王将だけに。高級中華の夢を見すぎて、低価格の守りを忘れると、後楽園や日高屋に取られて積み。大阪王将ではなく、超王将でもなく、まずは今の王将を守る。
王将は王将。金将でも金将でもない。庶民の昼飯の王様なんです。だから王将が本当に怖いのは高級店ではない。隣の後楽園、近所の日高屋、家の冷凍餃子、この3方向から攻められたら、いくら王将でも逃げ場がない。将棋で言えば、王手王手、また王手。最後に与太郎が聞きます。師匠、じゃあ王将はどうすれば勝てますか？簡単です。安さを守る。速さを磨く。餃子を焼く。ビールで揚げる。ご飯は選ばせる。高級は別看板。これでいい。王将は庶民の味方でいる限り強い。だが庶民の財布を敵に回した瞬間勝負は終わる。王将が王将らしさを忘れたら、客はこう言います。じゃあ後楽園でいいか。これを言われたら罪です。王将だけに済まされる。お後がよろしいようで。このチャンネルでは、外食、経済、AI、F1、防災、建築、マンション管理などを、師匠と与太郎の落語スタイルでわかりやすくお伝えしています。値段の裏側、経営判断、ニュースの背景まで笑いながら整理します。なので、ニュースを笑いながら学びたい方は、チャンネル登録をお願いします。